焼くんですよ、キャラメルにして。もう30年以上になるんですよ、店。これがもう最初からの定番でずっと続けてるので、いわゆる配合変わってなくて、よそさんとどれぐらい違いがあるか知らないけど、うちのやり方でやってる商品なんですよ。普通のお店ってこれぐらいの焼き色加減しゃくねんけど、うちはもっと今もう一回2回3回やるんですよ。これアプリコットのそうです。いい。
か乗るいや、 56個。カフェが始まったらこういうのを仕事です。
100やで。大きいった方。仕事。私もちょっと開けとってほしいけど。入ってるから。これこうしとくとくっついてよるんよ。いいですか。はい、どうぞ。ありがとうございます。絶対これなんか飛ばすよ、その毛にこれを飛ばしたら知らんで。砂糖入ってる。一人サイズぐらい。両方サラダなしです。そうです。両方とも薄です。
ランチをセットで頼むはった時のサービスのプチケーキやね。だからこんなに可愛いし。ちっちゃいでしょ。デザートは日替わりやから何出るかわかんない。今ぐらい。今それで日替わりで。お願いします。めっちゃ美味しそう。
わあ、アーモンドクッキーです。めっちゃ硬そうですね。めっちゃ硬い。いやでも分かるわ。時々ね喫茶店行させてもらったり、まあ近いから同級生みたいなもんよ。ここは美味しいですよ。はい。ありがとうございます。
どこ食べてもいちごがちゃんと入っているようにって思って。うちの子めっちゃ好きなんですよこれ。昔はもっといっぱい数作ってたんですけど、もう今は種類増やして数減らしてでなくなったら追加。北海道産の夏美味しくないじゃないですか、いちご夏ってアメリカ産で探してたら、嫁さんの同級生が北海道でいちご農園しているって教えてくれて、全然やっぱ味も見た目も違うんで、業者さんから取ったら普通に国産ですってなるけど、一期だけですけど桃農家さんとかぶどう農家さんとかずっとじゃないですけど、そこで
何々さんが作った何々ですみたいなので。モンブランのペーストも愛媛で働いてる時に食べに行ったお寿司屋さんのデザートで栗のやつが出てきて、でそこのが美味しいっていう話で調べたらこれのペーストがあるって言って。
フルーツミックス、洋梨とかオレンジとか桃。
濃いめの卵もらってるんですよ。だからカスタードクリームとかプリンとか濃いというか黄色いねってよく言われます。卵の大きさが結構バラバラなんで調整して卵を足したりします。プチシューなんです。これがクッキーシューなんです。
これは釜開くまで。ロールケーキはロールケーキ用に生クリームを合わせてて、綺麗な白い方で、こっちがキャラメルの土日限定と、あとは平日でも予約が通ったら作ります。こっちはキャラメル混ぜてキャラメルの生クリームにするんですよ。生キャラメルですね。コーヒー屋さんとかでコーヒーにキャラメルじゃないですか。あれをイメージして作ったら結構一部の人にかけて、コーヒー好きの人にはおすすめのロールケーキなんですよ。よいしょ。これが1本ですね。この大きさいいですね。家族多くないけどロール持ってきたいっていう人が見てて、じゃあこの1本じゃない長さを作ろうとなってこれができた。よいしょ。この時期ね、いちごがね、国産ないんですよ。だからオランダ産のいちごです。うちの生クリームは結構
あっさりしてるで食べやすいってよく言われる。それ嬉しいかな。子供たちからしたらお父さんが作ったケーキってことですよね。そうですけどね、もう飽きてんちゃいます、毎年一緒やからこっちのロールはいちごショートとか同じ生クリームにしてます。フルーツは4種類ですね。だいたい年中あるようなフルーツにして基本通年で出したいかなと。下がムースで上がマンゴーを入れた透明のゼリーみたいな感じなんですけど、卵が黄色いから結構プリンも濃いめの色して、そんな卵黄が黄色いんで、その分オレンジ。
しあんですね。こんなの買ったり。可愛いですね。透けてて。もともとはいちごやったんです。いちごのスイーツ大福。今はいちごが国産じゃないから。ちなみにこれはちゃんとモンブラン用にタルト焼いてるんですよ。モンブラン出しなかったです、オープン当初。秋を迎えて、お客さんにモンブランないのって言われて、そうですね、考えますって言って出したら、結構好評やって、夏になって辞めたら、モンブランないの？いや、夏なんでお休みしてます。それが結構続いたんで、じゃあもう通年出そうと思って。大体10個前後でグラム100グラム280たこ焼きより安いって言ってます。後かなと思って。
おはよおはようございます。う。朝ごはんちょっと食べようや。じゃあ。どうこれ見て。じゃああなたにはこれを。ありがとうございます。俺はこれちょっとジャムただのいちごジャムをな俺はこうはい絶対うまい。では行きますね。言うとくけどこのケーキは昨日の夜作ったから出せんねんで、昨日の残りを出してるという感覚はないで俺に。24時間賞味期限作戦やから。これが前日仕込みした湯種の種です。粉と、砂糖と塩だけやねんけど、それと水な。でこの水を沸騰させて粉の中にバンって放り込んで湯種というこのようわからん物質を作んねんけど、熱いな今日。いいですね。で一番大切なのはこいつ冷蔵庫から出てきたからこいつは冷たいやん。今この時期はちょっとお湯っぽいので作っとってんけど、今日暑いからお湯でやったらうまいこといかん可能性ある。これは牛乳ですね。これぐらいの温度がいいんじゃないか。よっ全部測ったやつ。ちょっと頑張る可能性あるよ。でよいしょ。セカンドなのはこれだんだん生地が変わってくるのよ。朝いつも早く起きれたらいつもこれを見ながらいいなと思って見てる。こうちょっとまとまってきたぞっていう時に俺はいつもこれほんまはちゃんと生地全部見ながらやらなあかんねんけど、もう俺には分かるから。よし。山梨県の昔一緒に働いとった坪川さんっていう人がいるんだけど、めちゃめちゃ、ケーキ大好きで研究に研究を重ねるような人やねん。その人にバスクチーズケーキのレシピちょうだいっつって教えてもらったのを全くそのままパクってんねん。だからお前ここはちょっと料理人っぽいやつ。どう？覚えてる？覚えてますよ。飲む一言何かやってちょっと置こう。やろう。どう？いや完全には消せるで音は。でもなんか
俺がやってた時思いますかっていうふうなああ言ってた言ってことから始まる。2人は同級生でしたっけ？同級生やけど小学校6年生の時に一番遊んでて、もう大人になってからはほとんど会うたこともなかったかもしらん。30いくつの時にもう一回再会して、今一応なんちゃっての友達やらせてもらってますみたいな感じですか。よし。面倒くさいってなってるわ。なるほどな。キューピーの。うん。大きくちゃうな今の。いや大きくちゃう。そんなことない。なるほどね。よっ。よ。パンとこう対話しながら。これが分割ですね。ちょっと一回切る。オッケー。じゃあね。パンの方が長かったからね俺。あ、そうなんですか。そうやで。パン10年やった後にケーキやから。もう今やケーキの方が長いかもしらんけど、じゃないとこんなにパンの生地扱えないでしょ。いやだからすごいなと思ってましたすごいんですあ、こんなんいらない。こっちは食パン、こっちはメロンパン。これ焼きたてメロンパンって食ったことないやろ。ないです。今日は食べれるよ。あげよう。OK でまた起きます。こいつはだからすごく時間をかけて、ほんまに我が子のように時間をかけます。こいつは
つも何個ぐらい焼くんですか？なんかその時によるな、食パンの方がよう出んなっていう時はもう食パンばっかり焼く時もある。雨降ったら食パンの方が多かったりする。2、4、6やと12、14、15。卵みたいな。これでメロンパン2枚分と丸いパンをこれに乗っけて焼こうかなと。これでひっつかへんと。ここにはホイールがないからホイールを作るねん、ここで。よいしょ。それやったらすごすぎへん。丸めるの実はめっちゃむずいの。最初練習した時この人たち魔法の手かと思ったもん。これ手にめっちゃひっついてぐっちゃぐちゃなんだよ。そしてこの精神と時の部屋へ。よいしょ。ほんまはな、メロンパンってほとんどこの辺まで包み込むねんけど、俺この辺にして帽子みたいにしてんねん。これが逆に俺好きやねん。このなんかハンドメイド感っていうか。ちょっと半分趣味でやってるもん。美味しいメロンパンでも作ろうみたいな。入れて最後の発酵が終わったら焼きます。ほんなら結局12時前なんだよ。普通はこの状態のまま次もう熱々のオーブンに放り込まなあかんねんけど、今ホイールの状態からこいつをオーブンに切り替えるからちょっとだけ時間かかんのよ。よし、あと12分です。あ、いける、いける。マジで4枚ぐらいかな。で、ここに焼き上がりって書いてて。ほら。また一歩踏み出そうとしてあなたの言葉がじゃあちょっとピザができるまで1個これ食べてみますか。はい。焼きたてメロンパンをどうぞ。いいよ、こらせ。
ってみます。前が俺結構迷う。と弱かったと思う。すいません。絶対いるから。ここがどうこうみたいな喋ったんじゃない？いや、なんかあげようと思ってしまうね。変にこうやっぱケーキってなると。これがめっちゃ好きな人がたまにいて、多分もうチーズに塩気あるから塩とかいらない。さあどうでしょう。おお、いいわ、いいですね。これ食ったわ。鉄板すらも。うわ、なんかやっぱ胡椒やってるとやってる。こんにちは。今ちょうど焼き上がって、これ絶対うまいぞっていうことで。あ、本当。20分で言うから待たれへんからまた今度持ってきて。ああ。美味しかったわ。よかった。グッドタイミングだったっす。ありがとう。ありがとうございます。なんかこの丸パンが大好きなおじちゃんがいて、そのおじちゃんのために焼いてると言っても過言じゃない。ああ、今日もないんかとか言ってかわいそうやからさ。オッケー。とか言ってこう出してきたやつあるよ。あれを今から作るよ。バルニーバービーっていう会社におった時に教えてくれた。へえ。これ入れていけるかな。おお、危ねえ。パン屋さんで働いてるとこんなやり方したことない。それが湯種パンの種ですね。またこいつを冷蔵庫に直しといて、明日の朝また同じことをします。わざとやってますよ。バターを200、300かな。塩少々、バニラオイル少々。で出来上がりです。こいつを入れたら分離してわけわからんことになります。こんなとこに粉全部放り込んでみます。でこいつをめちゃくちゃゆっくり混ぜてみます。
これ出来上がったっぽくなる。でこれがかの有名なメロンの皮です。この適当混ぜがあれを呼ぶっていうわざと適当に混ぜてました。めちゃくちゃ気持ちいいよ。日本バレやん。ずっと見てて行きたいなって思ってて来たらいっぱい来るようになっちゃった。おはようございます。よろしくお願いします。タルトの土台ってこうブリゼ生地っていう砂糖が入ってない生地使ったりして、その場所シュクレ生地っていう砂糖が入ってる土台を使ってます。本当その当日感今からロールケーキのバニラの香りを演出してますね。
12枚目ちょっとこう形を整えたりでちょっと冷やしとく、ね、これがダンジュダミルクチョコクリームです。ホワイトチョコにプラリネ入れて粉々に砕いたチョコレートプラリネになります。形というよりかはもう味ですね、うちは本当にこの。グラスなんか広げた方がいいと思う。どこに
入ってブロンドチョコにも食器があるんですよ。今からこれに変われるそうなんですけど、テイクアウトでイギリスの朝食でワッフルにいちごジャムつけて食べる朝食文化があって、それをイメージしたタルトで。このチーズの風味がね、またいいアクセント。これはチーズクリーム、レアチーズケーキを絞ってるような感じです。生クリームとレモンジュースと柚子の果汁。めっちゃいい匂い。めっちゃ香り強いですよね。ベイクドチーズですね。きび砂糖入りの生クリームなので、それを薄くちょっと表面に塗ってサクサクするクランブルをいっぱい乗っけていきます。もう何年も前からマリコさんのインスタとかは拝見してて、そうなんですね。宮城県から来たんですけど、今日ですか？大阪来た時に絶対行こうと思ってたらコロナとかで大阪来るの5年ぶりなんで、絶対タワに来されたと思って。よ
くいろんな種類出されてるんで、どれ食べてもその季節の味が味わえていいんじゃないかなと思います。今日は何買われたんですか？今日はいちごのロールケーキ買いました。今から帰ってゆっくりそんな出てないですよね。昨日も1個だけ出ました。お願いします。はい。ありがとうございます。たくさんありがとうございます。お気をつけて。ありがとう。キャロット完売します。こっち来るときプレート多いかもしれないです。あ、やっぱりこっちだけで食べれる。そうですね。ずっと見てて行きたいなって思ってて来たらいっぱい来るようになっちゃった。夏海水浴行ってな、浜辺でこうして見てごらん、砂をピ
ピカ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 こう光ってる感じを表した。長石っていう石が入っとんねんな砂。それが光るのを表した。ありがとうおっちゃんも映すのか。映していいですか。いいよ、ちょっと待って。お前もえらい今日はべっぴんさんがいてやる気満々やな。このアホタレがいつも寝坊するくせに。最近はしてないよ。寝坊したら1000円罰金取んねん。そしたらお金に執着心が絶対起きてきよ。1000円取られるんですか。1000円取られるんですか。1日休んだら3000円です。ええわ、それでええわ。はい、これはこっち。で、これを先やっとかなわ。あ、もう。お砂糖と水飴。お菓子屋さんでいう琥珀で、これで作った製品がこれ、なんていう名前書いた滝津瀬。滝津瀬。つまり滝の水がさーっと流れてるのを表してある夏菓子。これは同じこう粉姿勢で沢辺の蛍、これ蛍を表した。夏海水浴行ってな、浜辺でこうして見てごらん、砂をピカ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 こう光ってる感じを表した。長石っていう石が入っとんねんな砂。それが光るのを表した。に食べるあんころ、これがお菓子の原点。8月20日はあんころの日。お前が大きすぎる。お菓子作りに興味ある？食べる方が好きです。正直で。和菓子教室やってるし。和菓子教室やってるんですか？好きなだけ食べさせてあげる。笑い餅は食べ放題。毎週ほら第3日曜、もう今月終わった。この前はあれ作ったやんか。滝津瀬、あんころ、澤部の蛍、3つでお土産にあげる。で1個は裏で茶室で食べる。で笑い餅は食べ放題。
で特別にこのマンゴー水無月とか、めっちゃ食べれますね、それべっぴんさんだけ。はい、それまでやるよ。お前それまでこれやれ。でそれ済んだら、もう先これ出せよ。はい。フォンデュかいね。見たらしい。いけた？はい、取れました。食べてごらん。できた。いいんですか？でわし食うたら交代するさかい。この子供がレノベージがお茶しそ畑持ってんねん。しそ。しそ作る自分で。何十年も。そして梅酒、梅干し、しば漬け。何でも作るのが上手やで。やるまでにこれを蒸しとく。はい。これ飲んでこれ。これはアップルマンゴーのエキス。また今から京都はわびとかさびとかを身につけながら。お茶とかお花とかな。昔はそうしてみんなお嫁に行ったんや。お花の免状、踊りの免状。今はもうそんなみんな持っていく人おらへんやろ。いないですね。昔は全部親が習わした。お茶とお花とお裁縫と。お茶屋でも基本そうやからあれやで、習字は習ったし、歌いは習ったし、昔作る以前の問題や。3が勝つ。よっしゃもうそう多いぐらい。かわいいですね。亀が産卵で穴から出てきて川に行こうとしてた。でそれを5、6匹拾ってきて、だからお茶いつもこんな30匹盛りしてんやで。で子供が欲しい言うたら子供にあげて。でも阪神の風景大阪でなこれ作ってる人がうちのお得意さんやねん。そうなんですね。
からご飯食べてみてね。はい。油かさんと回らんくなる。確かにそうですね。変わればいいのに意味ないですよね。亀屋で40年間勤めたら、30年間勤めたらメヤっていうのれん分けしてもらえるんですけど、おいちゃんは40年間30年で40年間職長っていうのを務めて、60歳で退職して、で自分のお店元を。今おいくつなんですか？何歳やと思うんですか？あの感じ。全然わかんないです。84なんですよ。めっちゃ元気ですね。とにかく元気ですね。たっちゃんのあるトマトのスープ出したらどうやな。ええのか。じゃあ今から鴨川にな、あい釣りに行ってる。あ、釣りですか？魚釣り。すごいよ。これがうちのわらび餅の決め手です。おさんです。最後これが全体に馴染んでダマがなくなったら揚げます。注文お聞きします。お一つ、はい。みたらしにマンゴー団子もございます。はい、どうも。今作ってくれてるよ。はい。ありがとうございます。1300円。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。気をつけて。いらっしゃいませ。こんにちは。マンゴーお好きな方はマンゴーのお団子もございます。どちらもアップルマンゴーソースを使用しております。揚げんと固まっちゃうんで。
はい、月に一度第3日曜日に和菓子教室しておりますので。そうですね、季節の練り菓子など。湯気すごいですもんね。自分で一回ケーキ屋やってたんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです。でコロナとかでいろいろ閉めて、でレストランで働いて、でまた焼き菓子屋をやるっていう。なんで焼き菓子やったんですか。ケーキよりも焼き菓子の方が得意やったから。これは今からカスタードクリーム。このお店始められる前何されてたんですか。自分で一回ケーキ屋やってたんですよ。あ、そうなんですか。でコロナとかでいろいろ閉めて、でレストランで働いて、でまた焼き菓子屋をやるっていう。まあね。めちゃくちゃいい匂いですね。僕らはそんなん分かんないんですよ。慣れてしまって。最初の店とかは結構でかい店やったから、なんか牛乳10リッターで炊いたりとかしてましたね。上のがサブレやったクッキーシュー。夏はどうしてもその
でもあれでしょ、全部商品はでも結構すぐ変わる。あ、そうなんですか。まあ、季節ごとでも変わるけど、なんか常に試作とかはしてるから、新しいものができたらちょっと入れ替えたりとかはしてます。仕事中に試作したりとか、試作もでも大体ある程度頭で完成させてから
するから、思いついたの何でもかんでもやってたら絶対その終われんし